神絵師になりたい。エモエモ。こんにちは、エモコです。今回は SNS で話題になっていた紙絵師に多いペンの握り方で本当に絵が描きやすくなるのか検証してみたいと思います。正しいペンの握り方はこんな風にペンを親指と人差し指でつまむ感じだと思いますが、紙絵師の人はこんな風に親指を人差し指にかぶせる人が多いようです。というか、私の動画を見ている人はお気づきかもしれませんが、実は私も親指を人差し指にかぶせたこの変な握り方で絵を描いているので、今回は正しい握り方と紙絵師の握り方の両方で絵を描き比べてみて、絵の描きやすさが変わるのか、ペンの握り方を変えるだけで本当に絵が上手くなってしまうのか調査してみたいと思います。一説によると、勉強ができる人、東大生の8割は正しい握り方で、絵を仕事にしている人は変な握り方の人が多いようです。私も正しい握り方だと思うように絵が描けなくて、先生や親に注意されても正しい握り方に直せずに大人になってしまったのですが、確かに先生から正しい持ち方じゃないと成績が落ちるみたいなことを言われた気がするし、いろんな人のお絵描き動画を見ると変な握り方の人が多いような気がするので、本当にペンの持ち方一つで成績が良くなったり絵が上手くなってしまうのか、そもそも私が紙絵師じゃない時点で絵の上手さとペンの握り方は関係ないと思いますが、なんとなくこっちの握り方が絵が描きやすい気はしていたので、具体的にどのように描きやすいのか検証してみたいと思います。一応最初に言っておきますが、今回の動画は個人的な感想で科学的な根拠はないし、変な握り方で勉強ができる人もいれば正しい握り方で絵が上手い人もいると思うので、エンタメとして楽しんでもらえると嬉しいです。後で話しますが、紙絵師の握り方はいろいろと副作用もあるようなので、良い子は真似しないでください。それでは行ってみましょう。いろいろ検証して面白い事実が判明したのですが、最初に結論を言ってしまうと、正しい握り方は文字が書きやすい握り方で、紙絵師の握り方は絵が描きやすいかもしれない握り方だと思います。文字を書くときは止め、はね、払いのような短い線をたくさん書かないといけないので、ペンの角度を指先で細かくコントロールできた方が書きやすいので、ペンを人差し指と親指でつまむくらいでちょうどいいのですが、絵を描くときは大きな紙に長めの線を描くことが多いので、紙絵師の握り方のようにペンを親指と人差し指でしっかり固定できた方が綺麗な線が引ける気がします。例えば直線を正しい握り方で描いてみると、私が正しい握り方に慣れていないからかもしれませんが、ペンがしっかり固定できなくて長い線になるほど線がぶれてしまう気がします。紙絵師の握り方はペンを親指と人差し指で包み込んでペンが動かないようにがっちり固定できるので、長い線を引く時もペンがぶれにくく綺麗な線が引ける気がします。丸を描く時も正しい握り方だと右下のあたりが急に描きにくくなって少し歪んでしまいます。紙絵師の握り方はペンがしっかり固定される、手をぐるっと一周回しても描きにくくならないので、コンパスで描いたような綺麗な丸が描きやすい気がします。顔の描き方講座の時に当たりの丸がうまく描けないという人がいたのですが、確かに正しい握り方だと思い通りの丸が描けない気がします。ちなみに当たりの丸は適当で大丈夫です。次は髪の毛っぽい線を描いてみます。線の払いやすさはどちらも変わらないですが、正しい握り方は腕全体を動かさないとカーブがうまく描けない。手首のスナップだけで描こうとすると鉛筆が揺れてコントロールが難しいです。紙絵師の握り方は手首から先が固定されるので、手首のスナップを繰り返すだけで同じような線が描けて楽です。ペンを持つ位置を上にずらせば大きなカーブの線も描けます。上に当たっている手首の小指側の骨のここを軸にして描いています。次は文字を書いてみます。なるほど。もしかすると正しい鉛筆の握り方は文字を早くきれいに書くための握り方なのかもしれないです。文字を書くときは止め、はね、払いのような
短い線をたくさん描かないといけないので、ペンをつまむだけの正しい握り方の方がペンの角度を細かくコントロールできて描きやすい気がします。一説によると、勉強ができる東大生は正しい握り方の人が多いらしいので、勉強ができる人は文字をサラサラ書けるように正しい握り方が身についているのかなと思います。逆に紙絵師の人が親指を人差し指に乗せているのは文字ではなく絵が描きやすい握り方だからなのかもしれません。この握り方だとペンががっちり固定されてブレないので、お絵描きの時に線が綺麗に引ける気がします。正しい握り方は文字のように小さいものを書くときはいいのですが、ペンを親指と人差し指でつまんでるだけなので、ペンが動きやすく、お絵描きで長い線を描こうとすると線がブレやすいことが分かりました。特に紙に手をつけて描こうとすると、手と紙が擦れる振動でペンが微妙に揺れてしまって、長く均一な線を引くのが難しいです。なので正しい握り方で絵を描くときは、紙に手をつけずに腕の方を動かして描けば長い線も綺麗に描ける気がします。紙絵師の握り方は鉛筆が動きにくいので、手を紙につけたまま描いても線がブレにくい気がします。手を浮かせなくてもいいので疲れにくいです。最後に顔を描いてみましたが、検証中に正しい握り方に慣れてしまって、ある程度同じように描けました。描きにくい時は手を浮かせて腕の方を動かして描くようにすれば、正しい握り方でも特に困らなさそうです。ただ丸を描く時だけはどうしても右下の方が描きにくいです。なんでだろう。というわけでいろいろ検証してみましたが、確かに紙絵師の握り方の方がペンがしっかり固定されて絵が描きやすい気がしますが、その代わりに文字が書きづらくなる副作用があるかもしれないので、真似するのはあまりおすすめしません。最終的には正しい握り方でもほぼ同じようにお絵描きできたし、何より私が紙絵師じゃないという事実もあるので、絵のうまさにペンの握り方はそこまで関係ないんじゃないかという結論です。ただ東大生は正しい握り方の人が多くて、紙絵師は変な握り方の人が多い傾向はあるようなので、文字をたくさん描く人と絵をたくさん描く人で握り方が変わってしまうのかもしれません。あくまで個人的な感想で科学的な根拠とかはないので、無理な握り方で手を痛めないように自分に合った握り方でお絵描きを楽しんでみてください。他にもこんな握り方があるよというのがあればコメントで教えてください。この動画が楽しめたよという人はチャンネル登録や高評価、コメントなどしてもらえると動画を作る励みになるのでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。